どうもどうも、皆さんお元気ですか？高健哲でございます。日々のご飯を何作ろうか迷われている方も多いと思うんですが、今回ご紹介するのは韓国定番家庭料理、この間のチヂミに続いて第2弾ですね。プルコギなんていかがですか？私本当にこれ何千回作ってきたかもしれない、試作を重ねて今まで作ってきたレシピで、お味も本当に美味しいんですけども、ほんと簡単にできます。今思い立ったら本当にすぐ作れる美味しいレシピでございますので、ぜひ最後まで見てくださいね。材料は豚こま切れ肉、玉ねぎ、人参、お好みで青ネギですね。では早速作っていきたいと思います。本当に簡単に10分で、リアルに10分で作ることができるので、もう皆さん今ご一緒にやっていただいてもいいと思いますよ。まずこれだけ紹介させてください。お肉なんですが、今回豚こま使ってます。牛肉っていうとプルコギ、間違えた。プルコギっていうと牛肉使われる方多いと思うんですけど、ちょっと手軽にお値段も高いですね。牛肉たっぷり作れるので手軽に豚こま使います。でちょっとだけコツございましてね、豚こまって結構こうくちゃくちゃになってるんですよ、こういう風に。でこれをそのまま炒めてしまう方が多いんですけど、固まってしまって硬くなるんです。で唯一のポイントとしては、ちょっと広げながらボウルに、なんとなくでいいので広げながらボウルにこう入れてください。これだけなんか手間がかかるとしたら、これね意外にポイントなんですよ。豚こまね硬くなるわという方はこれぜひやってみてください。ちょっと広げるだけでいいです。このようにね。でここにタレを入れていきます。この間の焼肉だれもいいんですが、これすごく簡単。醤油、お砂糖、醤油ベースのタレ、お酒、これでしっとり柔らかくさせます。で生姜のすりおろし、臭み消しですね。にんにくのすりおろしでパンチ加えます。でここで最後にごま油風味付けで入れてください。でポイントは先にお肉に下味というか、もうこれ全体のタレです。これを揉み込みます。このように、はい、これちょっとお肉も広げながらでもいいんですけど、これでちょっと置いときます。味を染み込まさせる。でこの間に野菜切っていきましょう。すっごい簡単よ。ちょっとお手だけ洗います。お手洗っても全然余裕でできます。すごくいいレシピなんですよ。そしてプルコギの良さは野菜も一緒に取れるというのが良さの一つです。どんどん切っていきましょう。人参、玉ねぎございます。ネギだけ一番最後に入れます。これだけ覚えておいてください。好みなんですけど、玉ねぎ切ります。薄切り、はい、薄切りにしまして、これはもうそのままどんどん入れていきます。お肉と同時に野菜も食べれる。で僕これすごくおすすめなのが、いきますよ。人参嫌いなお子さんもこの料理だと食べてくれるんです。これがいい。なんとなく皮むきます。で人参ちょっと大変だとしたら、これを細切りにしていくという工程がございまして、これだけかな、ちょっと大変なのは。で細切りの便利なやり方というか、いいですか、底辺だけちょっと切り込みじゃないや、ピーラーで薄く皮むきます。そうすると安定します。これゴロゴロ回るじゃないですか。これ安定します。この状態で細切りの美味しい切り方は、まず斜め薄切りにします。このように斜め薄切りにしてから細切りにする方が、これは繊維を断ち切っているので味が染み込みやすいというのと、あとは、すぐしんなりなる。
という良さがあるんです。このようにトランプみたいにこう重ねてから、これを細すぎず分厚すぎずぐらいの細切りにしていきます。こういう感じで、なんとなく2分の1本ぐらいかな。こういう感じでままここにごめんなさい、乗せます。これを軽く揉みます。でここに彩りの綺麗な野菜とかズッキーニとか、もうどんな野菜でも美味しくできます。いろんな野菜入れてください。きのこ類もおすすめ。しいたけとか、本当にしいたけと、これピーマン入れていただいてもいいですよ。ピーマン苦手な子もね、これだと食べてくれるんですよ。これごま油が入ってるので、もう別にごま油引く必要もないんですよ。そのまま焼いていきます。お肉と同時にいろんな野菜を食べれるというのも嬉しいポイントですよ。はい、これであとはもう火が通るまで炒めていくだけ。このね、いいのが野菜がクッションになっているので、お肉が硬くならないので、この調理法はすごくいい。理にかなってます。豚だから先にお肉だけ炒めて野菜を後で入れた方がいいんじゃないかと思われる方いらっしゃるんですけど、同時に炒めてください。その方が肉のうまみが野菜に入り、野菜の甘みがお肉の方に立体感が出てきます。ちょっとほぐしながら炒めていきましょうね。で、私のような熟練者はもうこの間に洗い物とかしちゃう。洗い物でも怖いので、今日はネギ切ろうかな。ネギはもう最後に余熱でいきます。いい感じになってきましたよ。野菜もしんなりして、ちょっと汁が出てきます。この野菜をクッションにしてるので、お肉もね、柔らかく仕上がります。オッケー、いい感じよ。テリッとしてきたら火を止めます。最後のポイントは、ネギは余熱で仕上げます。ネギは余熱で仕上げます。そして僕は最後ちょっと味を見て、ちょっと追い醤油ちょっとだけ入れます。これ化粧油みたいな感じで、最後にちょっと醤油を加えることで香りもよくツヤっとした色合いになるので、これで完成。全然10分ですよ。全然10分。ごま入れるのはお好みでね、これもね、たっぷりごま入れる。ごまとの相性も抜群ですよと。すぐ作れる、これ見たら OK。 ガーッと盛り付けて、うわ、これなんか向こうの食堂で定食屋さんで出てきそうな雰囲気、大好き。 OK。 おやっと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 ですよ。これおすすめの食べ方は、こうレタスとかね、サニーレタスとかこうシソとかで葉っぱ巻きで食べてください。これお子さんもりもり食べてくれます、野菜。ということで完成しました。
10分でできる野菜たっぷり豚プルコギ&葉野菜、美味しそう。それではいただきます。香りが食欲をそそるもんね。じゃあすいません、恒例のダイブ&バウンド、いただきます。柔らかいお肉。もうね、本当に近くのスーパーで買ってきた豚こまなんですけど、すごいしっとりジューシーに柔らかく仕上がってます。より手軽でパパッとできるので、ぜひ試していただきたい。そしてやっぱりね、韓国料理は野菜をたっぷり取れるので、うちの子供もね、普段野菜そんな食べないんですけど、これならどんな野菜を入れても葉っぱで巻いて食べてくれるんですよ。やはりコメント読ませていただいても、やっぱり韓国料理の需要がすごくあるので、家庭料理も紹介しつつ、やはり韓国屋台料理が面白いんですよね。作り方の手順とかも味もすごくジャンクで美味しいですし、でこれから暖かくなってくるので、そういうちょっとこう屋台風のお料理も紹介していったらいいかなとなんとなく思ってますね。本当に10分ちょいあればすごく美味しくできるので、ぜひ試してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは。